本日のお仕事おしまいっと。おお、こんな時間。早く帰り支度しないとひよこさんに怒られる。お待たせしました。俊介さん、お疲れ様です。俺もすぐに着替えてくるんで、ちょっと待っててくださいね。待ってます。お待たせしました。着替えるのは早いですね。いえいえ、これ以上ひよこさんの帰りを遅らせるわけにはいきませんから。ありがとうございます。じゃあ帰りましょう。はい。ちょっと話でもしていきませんか？どんな？特に議題はないんですけど。ここのとこずっと門限守ってたんで、今日ぐらいは帰り遅くなっても多分大丈夫なんです。だから、ちょっとでも長く一緒にいたいなって。そんなに？いけないんですか？
ありがとうございます。ちょっと何ですか？千歳くん、よかったね。理解のある彼女で。感謝の気持ちを忘れちゃダメだよ。ひよこさん、いつも幸せをありがとう。ああ、こちらこそ。というわけでこれから感謝の気持ちを表現したいと思います。はい、なんでしょう。はっきり言っていいですか？ええ、どうぞ遠慮なく。恥ずかしいんですけど。俺もです。ならどうしてやめようという発想にならないんですか？ひよこさんへの感謝の気持ちを表したいんです。はい、もう十分に伝わりました。ですから今日はもう本当にこれで。伝わったってどのくらい伝わったんですか？ほんの1ミリでも誤差があったら俺今の自分にできることを全部使ってひよこさんを愛しますよ。さあ、どのくらい伝わっているのか言ってみてください。それはちょっと恥ずかしいくらいに愛してもらってます。ひよこさん、そんな風に受け止めてもらえてて嬉しいです。というわけで感謝の気持ちを態度で表しますね。あれ？やっぱり恥ずかしいんですけど。知ってます。でも恥ずかしいのは悪いことじゃありません。悪いことですよ。だって職場でこんな。でも俺今のこの気持ちを伝えきれないまま彼したくないんです。なんですか今の気持ちって。こ
というのです。ずるくないですか？何がですか？安心しちゃいかけてます。ひよこさん、俺いつも最後には俺の言うことを聞いてくれるひよこさんにすごく感謝してます。そんなこと、私こそいつも文句ばかり言っちゃってすみません。いえ、いいんです。ひよこさんは何も間違ってません。でもだからこそこうして分かり合えた時は甘えてほしいんです。文句ばかり言わせてしまってすみません。でも俺は